い、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月前半の星の動きとタロットリーディングから、この今の流れでどんな気づきがあるのかを一緒に見ていきたいと思います。よろしくお願いします。では早速いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。はい、アクションということで、ソードのナイトですね。フール、ワンドの10、ペンタクルスの8の逆、そしてマジシャン逆、カップキング、ソードの8です。はい、気をつけることや対策がタワーとエンペラーとオラクルがじゃん、カップのクイーン逆です。なるほどね。はい、ちょっとまず星の話からなんですが、4月っていうのは、全体を通して特に中旬ぐらいからなんですけど、10日過ぎたあたりから強くなるんですけど、やっぱり全体的に何かが動き出すとか始まるとか、自分が決めたことを行動に移しやすくなるっていう流れがあります。なのでちょっと世間の動きが早くなったりとかね、そういうのもあるかもしれません。普通に考えてもやっぱりこう4月って年度始めだったりとか、お子さんいらっしゃる方とかでも学年が変わったりとか、なんかそういう意味でこう世界がちょっと環境がね変わりやすいですよね。その変わった中でこう特に双子座さんにとってはチームとかチームとかプロジェクトの関わってる人たちとか、その仲間だったりコミュニティだったりという、何かその人と一緒にやっていくっていうのが非常に強調されている時期になります。で、別に私どこにも所属しませんっていう方もですね、どこかには所属してると思うんですよね。全然活動しなくても席だけあるとか、もしくはご自身がこれから進んでいきたいと思うなんか道だったりとか、仕事でもプライベートでもそれに関して同じような仲間と関わっていきやすいっていうタイミングでもあります。そうなんですよね。そしてね、なのでなんだか良くも悪くもなんですけど、他者と関わって感じることが多いんじゃないかと思います。そしてカードで見た時に入り口がもうソードのナイトなので、自分がやりたい方向に舵を切っていきたいんだとか、もっと進めたいんだみたいな思いがすごくあるかもしれませんし、実際その流れ的にはね3月よりも4月の方が早いですから、さらにここからもっと早くなるんですけど、なんかそういう動きに乗っていきたいなって思いはあるかもしれません。そしてそのタイミングを逃さないように、チャンスをつかめるようにご自身の中ですごく努力してこられたのかなっていうのが出ています。ただぼーっと待ってたっていうよりも、自分ができることを一生懸命やりましたっていう感じがありますよ。それによってちょっとなんていうかな、本当に気力で持ってるみたいな感じもあって、体は結構疲れているけれども、でも今やらなきゃいけないんだって言ってすごく頑張ってるっていう感じがします。そしてここからね、何かじゃあ新しくしますってなった時に、一つね、4月の2日が満月なんですけども、満月の時っていうのは結構エネルギーがビリビリするっていうか、引っ張られる感じがあるんですけどね、双子座さんにとってはやっぱりこれから何を生み出していきたいのかって言った時に、自分が生み出していきたいものね、自分がやりたいことっていうものを周りの人は理解してくれてるんだろうかとか、周りの人に反対されないだろうかみたいな、そういった恐れっていうのがもしかしたら4月の2日満月あたりっていうのが一番強くなって、そこからなだらかになっていくっていう感じがします。で、そこからご自身がなんか気持ちを切り替えてやるべきことをやっていく、そして自分が決めた道の仲間だったり応援してくれる人だったり関わる人たちが関わってきてるよって感じがすごくします。まずね、やっぱり一番言われているのが、もうオラクルがこのカップのクイーンの逆っていうのはやっぱりナイーブになりやすいっていう感じなんです。それ仕方ないですよね。それは本当に仕方がないことなんです。自分が弱いとかそんなことは全くなくって、誰だって新年度はストレスかかります。新しい環境、新しい仕事、もしくは新しい上司が変わったとか、なんか働く人が変わったとか、場所が変わったとか、何かやっぱり環境に対してのストレスっていうものはかかってくるものなんですよね。で、特に言われているのが対人関係において
何かこう一緒に関わらなければならないことがあるのかなって感じがするんです。でそれに必要以上に気を使わないでっていうか、必要以上にストレスにそれを感じないでねって感じで言われています。っていうのがやっぱりここからね、まず自信を持ってもらいたいのが、ここに至るまでにご自身がやってきたことってあるじゃないですか。努力してきたことだったり、自分でうまくいってないと思ったとしても何かをやってますよね。別にそのお弁当を作るっていうことかもしれないし、早起きするっていうことかもしれないし、健康を維持するってことだったのかもしれないし、具体的な何かの技術を磨いてきたってことかもしれませんけど、なんかそれは消えないわけです。自分がやってきたことっていうのは自分のためになっているから。でこのままこのペースでずっと続けなきゃいけないんだろうかってなるとしんどいんですけど、その流れは変わりますよっていうふうに言われていて、なおかつここからやっぱり春から新しい動きがあるんですね。でこの新しい動きっていうのは双子座さんにとってはおそらくプラスに働くことだと思います。だけどまだそれが本当に自分にとって有益なのか、本当にそれっていいことなのかがわからないとか、自分があんまりこう出しゃばったりとかリーダーシップを発揮していくっていうよりもちょっと様子見とこうみたいな感じかもしれません。だけどパートナーシップっていうか人間関係いいですよ。双子座さんを慕ってくれる人だったりとか、双子座さんをサポートしてくれる人だったりとか、例えばこれが上司には可愛がられるのかなって思いますし、なんか自分にとっては目上の人だったり立場が上の人だったりっていう人から好意を寄せられるっていうか、いい感じでアプローチされるかもしれません。でなので双子座さんの持ってる能力とか器用さとか、なんかそういうものは評価されてるんですね、とても。でも期待されるとまたなんかちょっとなんていうか、そこにもっと応えなきゃいけないんじゃないかなと思って、なんかいやもうこれ以上は頑張れませんみたいな気持ちになってしまうけれども、ここまでやったことはここまでやったことでもう十分自分の中にあるから、これで OK で、ここから変わるよっていうことで、前と同じやり方はしなくてもいいですよって覚えておいてください。なんだかご自身で自分をもっとちゃんとしなくっちゃみたいに思いそうだなっていうふうに思ったんです。例えばの話ですよ。すごくベタな例でいきますけども、双子座さんちょっと最近ね恋愛動画全然上げられてなくて申し訳ないんですけれども、もし恋愛とかなんか新しい出会いが欲しいなと思ってる時に、自分がいつでも出会えるように自分を磨こうと思ってちょっとダイエット頑張りましたとか、髪型も気をつけて変えましたとかって言っていると、新しい人と出会ったとします。だけど本当にこの人大丈夫みたいな感じで自分はその人のことを疑ってみたりする。でも相手はなんかいい感じで好意を寄せてくれてるから、じゃあそこに応えてみようかなっていう気持ちになると同時に、なんか相手がなんかこっちのことをいいって言ってくれたら同時に、じゃあもっと痩せないととかもっとなんとか綺麗だと思われないとみたいに、もっと自分を縛ろうとするっていう感じで、いやここまでやったからもうそれで OK なんだけど、本当はもっとそこから緩んでもいいんだけど、なんか勝手に自分が自分をもっと縛ろうとするっていうのかな、自分の思う理想の形に自分で縛ろうとしてしまっているっていう感じがあって、でも他者とか今この時期に関わる他者はそこではないところで双子座さんの良さを感じているわけだから、できる限り力を抜いてあるがままでいいって思っておいてください。その自分の理想像みたいなのを壊していいよみたいな感じで言われてます。みんな思っちゃいますけどね、理想像こうだったらきっといいみたいなのってあるけど、それって一日にしてならずのことなんですよ。ここまで生きてきた中での自分がいるわけで、何が相手にとっていいかって一つだけのことで言ってるわけじゃないし、自分だって一つのことで成り立ってるわけじゃないので、本当に力抜いて浮いてくださいみたいな感じかな、この流れに。そしたら全然気負う必要もないし、人の優しさにも気づけるし、全然自分の人を否定せずにやっていけるんですけど、なんか急にもっとこうしなきゃって思うとキュッて硬くなる感じ。そしてもうそういう自分の理想像を壊しちゃってくださいっていうのが今回の一番のメッセージでした。おそらくそれを気づかされることがあると思うんです、他者を通して。自分が全く想定しないところで褒められたりとか、そこをそんな風によく思ってくれたんだとかもあるかもしれないし、なんか自分がもっとこうしなきゃと思ってやってると、それはいいんですよって言われたりとか、なんかそういうことがあるかもしれませんので、
あるがままで力抜いていきましょうって感じがしました。はい、ちょっとこれを踏まえた上でのお仕事見てみますね。仕事、ソードの7、カップの10、死神ということで、お仕事もなんかチャンスがあります。なんでしょうね、なんか仕事一つやり方変わったりとか、いやでも本当にね、ちょっとここから流れ早くなるのでね、4月の後半になればなるほど、まあもう中旬からでも全然流れ早いんですけれども、こうなんか自分がこっちの方に寄せられているみたいなのがあるかもしれませんね、お仕事で。自分が本来携わってる仕事はこのはずなのに、会社から言われてるのはこっちで、なんかだんだん自分はこっちの専門家みたいになってるぞとか、それは仕事って会社員であったとしても、自分でやってらっしゃったとしても、どちらでもなんかちょっと違う風になんか流れがずれてきてるぞみたいな感じがあるかもしれません。だけどやっぱりそこで絶対正しい道に行かなくちゃっていうことではなく、正しい道自体が何か分かりませんしね、自分がどこまで夢を描けるかとか、どこまで期待できるか、自分自身に期待ができるかとか、そういうので判断してくださいっていうふうに言われています。もしかしたら前までのここまでのやり方はもうやめますっていう形かもしれません。全然いいと思いますよ、その方が。なんか例えばですけど、これまではサービス残業で頑張って価値を上げようとしていたけれども、もうやめます、残業しませんみたいなのでもいいし、自分が見てる自分像、理想の自分像をなんかできるだけやめてみるっていう感じですね。なのでお仕事に関しても、なんかすごい早い時間でたくさんのことをこなせる有能な人材でありたいって思ってめちゃくちゃ頑張ったけど、待って、私そうじゃなくてこっちの方がいいかもみたいな、こっちの方が自分らしいかもっていう風にシフトしていく感じがします。これは宇宙に応援されてますね。自分が見てる自分の理想像からしたらダメだって言いたくなるけど、全然ダメじゃないって感じです。流れていってください。はい、ちょっと人間関係見てみますね。人間関係、カップの4、お月さん、カップ8ということで、やっぱりさっきも全体のところでお伝えしたように、人間関係に関してはちょっと気を使ってるんですよね。まあそれは仕方ないと思います。新しい人だったりとか、いろいろなんか本当に人がいろいろ交差してる感じがあるので、それに対して自分が迷惑をかけてないかなって気遣うのもそうだし、どう思われてるのかなって思うのもそうだし、なんか自分はそこで役に立ってるのかなと思うのもそうなんですけど、なんかやっぱり人に対してすごくナイーブになってますね。でさっきもお伝えしたように、やっぱり自分がこうやってるからきっといいと思ってもらえるだろうっていうのはあんまり関係ないみたいで、自分が自分らしくそこにいることの方がよっぽどその場に対しては貢献できるっていう感じです。これはまあ本当にそうですよね。なんか嫌だなって思いながらそこにいるよりも、すっぱりといきませんっていう方がその場はすごくクリアになるっていうのかな。なのでなんか自分の人に対して自分が正直である、そして必要ない場所には行かないみたいな感じがあります。このカップの8っていうのが出てるので、今までは良かった、その集まり良かったけど、もう私そこは卒業かなみたいな感じで、そこに行かないっていう選択もいいのかなと思いました。でそれに対して、いやなんかどう思われるかなみたいなちょっと気にする感じがあるんですけど、本当に自分の正直な在り方、自分が正直でいるっていうことの方がよっぽど他者や周りの人にもいい影響になると思うので、表面的なね誰か一人にどう思われるかっていうよりも、自分で自分を本当に信頼してそこにいるっていう風にしてください。自分がそこにいるっていうのは自分でいるっていうことですね。なんかそうすると関係性っていうのは後でちゃんと浮き上がってくるって感じかな。必要な人や本当につながる人っていうのは浮き彫りになってくる感じだから、自分があえて綺麗になだめていろんな人とうまくいかそうって思わなくてもいいよって感じがしました。いやなかなかね、理想の自分像を外すっていうのは難しいと思われると思いますが、
宇宙的にこの流れ的には今それを応援されていると思って安心して乗っていってください。はい、ということでいかがでしょうか。何かヒントになったよという方、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚オラクルカードを引いてみますね。はい、このカードが出ましたよ。何か皆さんもこのカードを見てメッセージ受け取ってくださいね。コンフュージョンということで、たくさんの選択肢があるし、まだはっきりしないからこそ迷うこともあるとは思うけど、だからこそですよね。だからこそさっきのお仕事もそうなんですけど、自分が心地いい状態でいてほしいっていう感じがします。新しく始まったとこですしね、今ね。絶対にこれで大丈夫っていうよりも、間違ったならまた戻ればいいかぐらいの感覚で行ってみてください。たくさんの選択肢があるってことは、たくさんの可能性があるってことですからね。はい、ということでありがとうございました。ぜひ素敵な時間をお過ごしください。失礼します。